まず美女を描くという、ご依頼でしたので、まず基本的に美女を描いてですね、コンセプトとしてはですね、深海に、漂っている謎の美女というか、そういったものをちょっと考えてみましてですね、下半身が魚じゃなくてですね、海藻がゆらゆらしてるみたいな、そんな絵にしようかなと思います。ホラーがテーマということになりますと、どうしてもそういう、美女と、グロテスクなものの組み合わせっていうのが一番オーソドックスですけど効果的なのかなとは思いますね。本当に漫画家の先生ではすごい正確な線を早く描ける方いますけど、私できないんで、特に顔の輪郭とかはもうゆっくり描かないともうデッサン狂っちゃいます。目がやっぱり一番大事かなと思いますね。そこはもう毎回、悩ましいところですけどもね、目を見開いて描くとか、妙につり上がって描くとかですね。できるだけペンで全部仕上げるようにはしようかなとは思います。トーンですとですね、均一な、普通はその同じトーン濃さの中間のそれしか出せないんですけど、ペンで描けばもう微妙な濃淡とかですね、ちょっとした線の狂いとかが独特のタッチに現れますのでですね、でもベタもね結構いい効果だと思いますので、ただそれもなんか手抜きのような気がしてですね、なんか自分をこう駆けやみの方へ走らせるというかですね。これはハロウィンに多分連載したものだと思いますけど、富江だけの話を毎回連載した時期がありましてですね、シリーズ「富江の恐怖」って書いてありますけど、富江っていうのはバラバラにされるとそれぞれが富江に成長しちゃうんですけど、だから富江って複数いるんですけど、富江本人はですね別の富江が邪魔なんです。富江は私だけで十分だと思ってますんで、手下を使ってですね殺しに行かせるわけですね。そういう話ですけどなんだかんだ言ってキャラクターは自分の内面の投影だったりとかしますんで、若い頃のこうドロドロした感情みたいなものを漫画にキャラクターにこう移し替えてですね、私はどんどん綺麗になっていって、富江も同族嫌悪で自分以外の富江は認めないっていう感じでやってますんで、歪んだ軸はねちょっと怖いと思います。はい。均整の取れた体というのを描くように心がけて、顔についてもある種の黄金比というかですね、そういう自分なりの黄金比で描いてるつもりではありますね。
まあこの絵の泣き袋なんかもですね、なんかちょっと色っぽさを出すのに役立ってるかなと思いますね。やっぱり梅津先生、梅津和夫先生の影響が一番大きいですよね。わかりやすいのは喋り方ですね。何々だわとか、梅津先生だけじゃないんですけど、昔の少女漫画とかは何々かしらとか、そういう喋り方してたっていうのがありますね。私姉が2人いてですね、その姉が読んでるものを私も読むっていうことになりましてですね、でやっぱり梅津先生の漫画が家にありまして、あと古賀先生の漫画もありましてですね、そういったものに最初に触れちゃって、で面白くてですね、その世界に魅了されてですね、うちには少女漫画的なものかホラー漫画しかなくてですね、私はホラー漫画にどっぷり浸かることになったというかですね、そのきっかけがそういうふうでしたんで、梅津先生とか古賀先生の漫画ですと可愛い女の子が出てきてですね、でグロテスクな化け物が少女を襲うみたいなシチュエーションが多いんですけど、そういったものはすごく面白かったですよね。学生時代から純ちゃんって言っとったよね。そうでしたっけ？なんかそんな覚え、すごいそのイメージがあるんだよ。そうですね。近所の写真館で撮ったんですかね。でしょうね。背景にね。もう39年ぐらいですかね。もう40年近くもう訪れてなかったですね。いやもう暗くてですね、目立たない青年というかでしたね。20代前半ぐらいですかね。人通りの多い街を歩いてると向かってくる人がなんか自分を見ているんじゃないかっていう一種の妄想のようなものに駆られましてですね、見ないでくれみたいな心の叫びとともに目に涙が溜まってきてですね、そういう視線恐怖だけはちょっとありましたんでね。もう歯科技講師をやってたんですけど、同時にちょっと漫画も描いてて、でどっかに具体的には少年サンデーに投稿というか、送ってちょっとどんなもんかなっていう自分の漫画を試したいと思っていたんですけど、SF でですね、学園ものでですね、少年サンデー多分応募要項あると思うんですけど、そういうの全然知らなくてですね、この基本枠のサイズも自分で適当に決めてですね、書き始めちゃったんですけども、もう下書きで終わっちゃいましたんで、60ページぐらい書いたんですけど、まだもうなんていうの、長編でですね、ほとんど事件が起こる前に書くのやめちゃったんですが、そのうちに梅津賞っていうものがですね、そのハロウィンの中で創設されましてですね、もう急遽ホラー漫画を短編で応募しようということにしましてですね、いろいろ考えているうちに富江という
短編のストーリー考えまして、でそれを休みの日とかにせっせと書いてですね、でそれを第1回梅津賞に送ったらその佳作に選ばれまして、夜中にもう12時近かったと思うんですけど、仕事から帰ってきたらですね、姉貴はもう寝てたんですけど、私が帰ってきたことに気がついて起きてきて、で自分の部屋からの顔を覗かせてですね、なんかさっき朝日ソノラマの人から電話が来たよっていうことで、梅津賞の佳作に入ったそうだみたいな話を姉貴が教えてくれまして、で私は平静を装いつつ心の中でちょっと興奮してたみたいな。応募してみて全然引っかからないようだったらもう無理で諦めようと思ってやってましたね。それが佳作に入って雑誌に載ったあたりからちょっとこれはいけるかもなんて思い始めましたですね。はい。地獄性レミナっていう作品とですね、あと短編集、小学館から出た短編集が2つ同時に受賞しまして、2022年に、この「死人の恋煩い」っていう朝日ソノラマで書いた、作品が受賞しました。いやー本当に不思議ですね。なぜだろうという気がしますけど、私なんかもらっちゃっていいのかなと思いますけどね。台湾で、展覧会をやった時にですね、100人以上のお客さんを広い会場で、その前で、私が出て行ってですね、壇上でトークショーみたいなことをやったりとかした時にですね、登場した時にもちろん MC の方が温めておいてくれたっていうのはあるんですけども、大声援をいただきましてですね、もうものすごい歓迎をしていただきまして、緊張しますね。多分普通の人より緊張してると思いますね。そういう素養というか、素質っていうのかな、対人恐怖症まだ完全には克服できてないんだろうなと思いますですね。なんかそれを克服したいっていう気持ちがあってですね、そういうお話来ると断れないみたいな。自分自身は堅持したくないんですけど、自分のなんか分身というか代理としてのものを、人に見られることは嬉しいですね。ほぼイメージ通りの絵ができたかなと思います。世界の方々に楽しんでいただけるようにですね、これからも含めてですね頑張ってですね、過去の作品についてもますますたくさんの方に読んでいただけたら嬉しいなと思います。